どうも、プラシキです。今回レビューしていくのはこちら。HG144 分の1ジョニー・ライデン専用ゲルグプレミアムバンダイ限定の2018年9月発売。販売価格は2200円になっています。プレミアムバンダイにしては珍しくパッケージサイドにこのようなイラストが入っていました。それでは早速内容物チェックをしていきたいと思います。開封。そして中身の内袋はこのような感じの量になっていました。ランナー数はこのような感じになっています。HG としてはまずまずのランナー数ですかね。それではランナーを見ていきたいと思います。こちらゲルググのランナーが流用されていました。カラーリングはシンクのカラーリング、ジョニー・ライデンカラーですね。このカラーリングがかっこいいです。そしてこちらのランナーは同じランナーが2つあるんですが、こちらは片一方の方は使わないランナーの余剰になっていました。そしてこちら B 型バックパック、こちらが新規のランナーになっています。こちらはロケットランチャーとバックパックのパーツ類ですね。こちらも新規になっています。こちらのランナーはフレームやシールドのパーツ、そしてポリキャップはこちら PC116 のポリキャップが使用されていました。ホイールシールは少ないですね。そしてこちらがマーキングシールになっています。説明書はシャア専用ゲルググの説明書とプレ版の説明書が付属していました。こちらシャア専用ゲルググの方は見開き版のカラーと白黒の説明書になっています。こちらのジョニー・ライデン専用ゲルググの説明書は白黒の見開きバージョン。説明書の中には一部シャア専用ゲルググと違う組み立て方が入っているということで、そちらの方の説明が入っていました。余剰パーツについてはシャア専用ゲルググの方に関してはポリキャップのみに余剰パーツが出るようになっています。そしてこちらプレ版の方ですね。ジョニー・ライデンの方は先ほどの被ってるパーツの方が使用しないパーツということで記載がされていました。ランナーから切り離したパーツ数はこのようになっています。パーツ数自体は少ないですね。そんなに多くはありませんでした。それではまず胴体部パーツから組み立てていきたいと思います。パーツ数はこのようになっています。組み立て自体は HG らしくもうそのままはめ込みして組んでいくパーツがほとんどでしたね。基本ベースがシャア専用ゲルググになっているので、作り方はほぼ全て同じようになっていました。この辺り結構パーツ分割されているんですけど、細かく可動域も確保されていました。そしてこの位置、ジョニー・ライデンの方ではここのパーツは実際使わないんですけど、まず最初にはめてみました。合わせ目に関しては肩から脇の下、そして胴部分に合わせ目が出るような形になっている胴体となっていました。続いて頭部パーツを見ていきたいと思います。パーツ構成はこのようになっています。頭部パーツですが非常にシンプルな作りになっていました。このように物合い部分もはめ込み、こちら稼働するようになっています。そしてこのように指揮官型のアンテナですね。こちらアンテナなしのパターンにすることも可能になっていました。はめ合わせで見るんですが、このような形で合わせ目は基本でないような作りですね。上下はめ込みの形の頭部となっています。ゲルググらしいかっこいい頭部ですね。続いてワームパーツを見ていきたいと思います。パーツ構成はこのようになっています。こちらの方も基本的にははめ合わせで、関節に関しては肘部分は一つの軸しかないので、そこまで可動域が多くない感じになっていました。ただパーツ分割細かいところ蓋のようにされているので、合わせ目が極力目立たないようにはなっているようなイメージですね。そしてマニピュレーターははめ合わせの HG の簡易版のマニピュレーター、そして平手版とグリップ式のマニピュレーターが付属をしていました。そして肩アーマー、こちらの方は前後はめ込みのため合わせ目が出るようになっています。マニピュレーターはボールジョイント、このような形ですね。肩アーマーは合わせ目が上部の方に目立つようになっています。裏打ちなども特にはありませんでした。そして腕部の方、このように前腕部の部分に少し合わせ目が出るようになっていましたね。そして可動域に関してはこのように上腕部は360度、肘に関してはこのような感じ、
そしてマニピュレーターも360度回転するといった可動域になっていました。続いて脚部パーツ構成はこのようになっています。脚部に関しても基本はめ合わせの簡易的な構造になっています。このようにスラスター部分をはめ込み、太もも部分もはめ込みですね。内部構成はこのようなシンプルな作りになっています。そしてこちらもはめ合わせ、そしてこの部分はパーツが分割されていましたね。そしてこちら足の部分、こちらはしっかりとパーツ分割されています。そしてこちらボールジョイントで足部分をはめ込みます。これで脚部の完成です。非常にシンプルな作りですね。 HG らしい。そしてこのように合わせ目がやはりどうしても太もも部分など膝裏目立つようになってしまっています。この辺りは2006年製のシャア専用ゲルググがベースなので仕方がないですね。そして足裏肉抜きはありません。そしてスラスター部分などこちら一応稼働するようになっています。このような感じで稼働しますね。この辺りやっぱゲルググらしくていいですよね。このようにしっかりと内部にスラスターが搭載されています。続いて腰部パーツ数はこのような感じになっています。腰部に関しても作りは非常にシンプルですね。ただ色分け等はこのようにパーツが細かいパーツで分割されていました。スラスター部分はこのようにリアスカート内部に固定します。そしてリアスカートフロントスカート部分、そしてこちらにビームなぎなたの柄を保持できるパーツがついています。こちらサイドスカート部分、このようにはめ込んで別パーツでの構成となっていました。腰部どうでしょう。このような形でゲルググらしいフォルムがしっかりと再現されているんじゃないでしょうか。合わせ目は目立たないようになっています。そして内部にも若干ではあるんですがモールドが搭載されていました。スラスターは固定されているため動きません。そして軸の部分、根元部分はこのように動くようになっていました。続いてビームライフルを見ていきたいと思います。パーツ数はこのようになっています。もう基本簡単な作りですね。もうゲルググに付属しているビームライフルといった形になっていました。シンプルな作りですが、やはりどうしてもモナカ構造のため合わせ目が出てしまうといった形になっていましたが、小型で非常にいい感じのビームライフルじゃないでしょうか。続いてビームなぎなたとシールドを見ていきたいと思います。まずビームなぎなたの方ですが、このように両サイドにエフェクトパーツを取り付けられる構造になっていました。非常にシンプルながらゲルググらしい武装の一つですね。こちらもかっこいい感じにできています。そしてシールドですが、裏側には少しモールドが刻まれています。そしてしっかりと色分けがされたこのシールド、いいですね。ゲルググらしいです。続いてロケットランチャーを見ていきたいと思います。こちら新寄造形になっています。こちらのジョニー・ライデン専用ゲルググに付属している武装ですね。こちら意外とモナカ構造ではあるんですが、各パーツが細かく分割をされていました。しっかりとロケットランチャー、これかっこいいですね。ゲルググではなかなか見ない武装になっているんじゃないでしょうか。モナカのため合わせ目はどうしても出てしまいますが、そこまでがっつり気になるほどではありませんでした。続いて B 型バックパックを見ていきたいと思います。こちらもジョニー・ライデン専用ゲルググに新規で付属している新規パーツとなっていました。構造が結構複雑ではあるんですが、それぞれが色分けをされていてパーツもしっかりと分割をされているため、結構かっこいい感じのバックパックに仕上がっているかと思います。結構はめ合わせでパーツそんなに多くはないんですが、このように細かい部分まで再現されているバックパックになっています。パーツも結構分割されていましたね。合わせ目なども若干出ます。そしてこのスラスタ部分も稼働します。そして余剰パーツはこのような余剰パーツが余りました。さあ、それでは取り付け可動域を見ていきたいと思います。まず脚部の接続ですが、腰部とボールジョイントでの接続となっています。こちらポリキャップでの接続ですね。このように下半身、ゲルググらしい下半身になっています。太もも部分ですが、このように一応ボールジョイントである程度の可動域は確保されていました。そして膝部分、このような形でがっつりとは曲がりませんね。ある程度曲がるような感じになっていました。前後に関してはスカートが干渉するためこの位置まで広げることが可能になっていました。
続いて足の部分を見ていこうと思います。ボールジョイントのため左右はこのように触れますね。そして前後もある程度このようにせり出すことができるようになっています。このような感じですね。そして両サイドの開きに関してはこの位置まで開くことが可能になっています。下半身やはりゲルググですね。しっかりとゲルググらしいフォルムになっています。続いて上半身。まず肩アーマーをこのように差し込む別パーツ構成となっていました。そして腕部とは軸でポリキャップでのジョイントになっていますね。このような形で差し込みます。しっかり保持力ありますね、こちらの方。そして右腕部、こちらも同じようにポリキャップで軸とジョイント。ゲルググらしいフォルムですね、こちらも。このように両サイド水平方向まで上げることもできます。肩アーマーも独立で稼働するようになっています。そして肘に関してはこのような感じ。そして前にこうせり出すのは結構ですね、せり出せますね。しっかり両手でグリップも握れるような可動域が確保されていました。このような形で、こちらはもう360度回ります。いいですね。この上半身もしっかりと再現されているんじゃないでしょうか。そして頭部はボールジョイントで接続。ポリキャップでの接続となっています。頭部360度をこのように回転させることも可能です。前後に関してはそこまで、取れました。前後に関してはそこまでがっつりと動くような感じではありませんでした。続いてバックパックを取り付けるんですが、こちら元々のゲルググの装備なんで取り外します。そしてこちらの方にポリキャップでの一軸でのジョイントとなっています。このバックパックがかっこいいんですよね。ゲルググに非常に似合ってると思います。そして下半身とのドッキングは軸でボールジョイントでの接続となっています。このような形になっていますね。しっかりとしたゲルググ完成しました。胴体はある程度ボールジョイントのためこのように前後と動く可動域が確保されています。これで本体完成しました。そしてちょっと難点だったのがロケットランチャー持たせるとこのようにマニピュレーターが落ちるんですよね。これちょっとイラッとしました。HG144 分の1ジョニー・ライデン専用ゲルググ完成しました。どうでしょう、このフォルム。もう皆さんもご存知だとは思うんですが、しっかりとゲルググらしい再現がされていますね。このバックパックが非常にいい味を出しているんではないでしょうか。非常にかっこいいバックパックとなっていました。それでは各ポージング見ていきたいと思います。こちら新規のビームバズーカ、両手でしっかりこのように持つことも可能になっています。両手持ちができるとやはりポージングの幅が広がりますよね。そしてこのように平手パーツもついているのでこんな感じのポーズも可能になっています。いいですね。シールドとビームバズーカ似合っていると思います。続いてビームナギナタ、ゲルググといえばの武器ですね。こちらマニピュレーターがっつりと補助はできないので少しスカスカな部分がありました。そしてこちらビームライフル、シャア専用ゲルググと同じ武装となっています。ジョニー・ライデン専用ゲルググ、シンクの機体がかっこいいキットとなっていました。皆さんいかがだったでしょうか。今回 HG144 分の1ジョニー・ライデン専用ゲルググを作った感想ですが、2006年発売のシャア専用ゲルググをベースとし B 型バックパックとロケットランチャーが新規で付属しているキットとなっていました。ベースが2006年発売のキットのため各部に古臭さがあり、合わせ目も出るし可動域もそこまで広くないキットではありますが、ゲルググらしいフォルムでよく再現されていると思います。中でも新規造形の B 型バックパックは細かいパーツ構成で出来が良かったです。あと関節が ABS から KPS へと変更されているので塗装はしやすくなっていますね。残念な点は途中でも説明しましたが、ロケットランチャーを装備させると重さでマニピュレーターが保持できない点ですね。この辺りはポージングをしていてもストレスのたまる点だったのでちょっと修正が必要かなと思います。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。